雑談です。河合ちゃんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、地味な作業をしておりました。日々そういった地味な作業の積み重ねがやがてみたいな感じでね、そんなことをしておりましたと、もう一つあとあれね、何回かねここでも言ってますけども、あるロゴをやっておりまして、それ OK が出て、本人も非常に喜んでいるということだったので、発表が待ち遠しいですね。楽しみであります。何に使われるというかね、楽しみにしておりますんで、それも世に出たらね、ギャーギャー騒ぎたいと思っておりますので、そんなところ久しぶりにっていうかね、本当に近くでこうスケボーをね、なんか昨日所さんの番組かな、なんだったかな、でもなんかスケボーのすごい子が出てたみたいになって、こうどこでやってんだろうと思ったら地下駐でやってんだよね。やっぱ駐車場っていいよなって睨んでたんだけど、やっぱみんなやってんだよね。で YouTube でもね、渋谷の立体駐車場を借り切ってスケボーやってるみたいなやつを見たんですけど、本当にやれる場所がなくて、近くにねえのかなと思って、自転車でちょっと探しに行こうと思ってうろうろしてましたけど、一個目節をつけてたとこ行ったんですけど、アスファルトがちょっとね具合が悪くて、これはちょっとできないなっていう、環境的にはできそうだったんですけどね、みたいなところ、なんかこうむっちゃいいとこだなっていうのはやっぱりもうね、デカデカと禁止って書いてたりしますけどね、そこでやるのもどうかと思うんで、と思いながらね、本当になかなかできない。どこでどうしてんだろうと思いながらね、思っております。もうね、今のすごい最大の悩みはそれですよ。本当にどこでやれるんだっていう、そんなことしておりましたが、見ましたですわ。もう見たでしょ。これは明らかにもう見てるでしょ。箱詰めね、最終回でしたよ。これ昨日はね、リアルタイムでずっと視聴しておりましたけども、だからね、何からどう話していったらいいんだろう。こう好きすぎていや本当に良かった。昨日の回もね本当に良かったね。だから最終回だけ見ても話が分かるように、冒頭いつも長野めいちゃん、河合ちゃんがね、お父ちゃんっていう手紙を読む感じのナレーションから始まるんですけども、そのお父ちゃんへの説明のシーンでもう大体のね、こういったことが起こって、今こうなってますっていうのを伝えてるんで、もう最終回だけ見てもなんとなくその重要な話のポイントはわかるんですけど、毎回見てるとこういう細かいところ面白いなみたいなのがあったり、簡単なダイジェストだと思ってね、その冒頭ついてるんで、それすごく分かりやすいというか、やり方をしてたら刑事物というかをつながね、10話で大きなストーリーがあるんですが、1話完結的なね、事件解決してとかみたいな見方なんで、どっから見てもみたいな感じはあるんですが、一応大きなストーリーがあって、その富士山の戸田恵梨香さんの同僚が療養中というか、事故に遭って、その、ひき逃げに遭ったんですけど、そのひき逃げ犯を追うというのが大きなストーリーであって、それをいよいよ追い詰めるぞというのが最終回でしたが、いやーいろいろね面白かったんですけど、まずね、その冒頭お父ちゃんのシーンから始まってすぐにこう鑑識のシーンが始まるんですけども、そこに
源さんと、三浦翔平さんですね。三浦翔平さんと山田くんが、コントのような鑑識のシーンが始まるんですが、あれがね、なんか異常に長い、シーンがちょっと長かったんですけど、あれは何だったんだろうとかね、思いながら、班長班と舞妓班になってやっておりましたが、ですね。で、しばらくすると、有力な情報が入ってきたってんで、何でした、守護天使の情報が入ってきたってんで、総出でね、総出で行くぞって感じでね、乗り込むわけですけども、いろいろペアに分かれて向かう中、河合ちゃんと、源さんがペアを組んで車で向かうんですが、途中でね、こう車をガリッとやっちゃって、これどうしようっつって、すぐ報告しなくちゃいけない。でも報告するとなんだかんだっつって、これは黙っていいよと。ね、この車の傷は黙っていいよ。なんかすごい振りじゃないですか。だからこれ最終的にそれで落とすのかなと思ってね、すごく期待をしてたんですよね。で、物語が進んで無事に、事件解決して、いろいろその鑑識でこういうところを見るんだよ、素手で触っちゃダメだよみたいなのが後半も聞いてきて、見事逮捕をするわけですが、その逮捕するシーンでね、こういうネタバレになっちゃいますけども、その犯人が飛び降り自殺を図ろうとしてるところにこう止めに入って、で今だっつって捕まえるんですけど、捕まえたのが源さんと、山田くんで、源さんがこう一応手錠をねかけようとするんですけど、そこでパッと止まって、その因縁ね、3年間ずっと調べてた富士山におい聖子って手錠を渡すわけです。そこがもう本当に感動的というかね、これまで見てきたからこうね、グッとくるものがあって、で手錠を持って手錠をかけるときに何時何分、何々容疑で逮捕っつってかけるんですけど、その時間を読むのに今度富士山がおいかわいいっつって時間を読ませるわけですよね。それがもう何度もこのなんていうんですか、先輩から後輩へ受け継いでいくみたいな感じのね、物語が見えて、非常に感動的ではありましたけども、そうやって見事逮捕して一件落着して、で残るは引き逃げされちゃった病気療養中だったさくらさんがもうやめると言ってたんですね。もう警官の服装を見るのもこうトラウマでちょっと怖い気がするんで、もうやめますって言ってて、やめる報告を来た時にこうね、取り調べ室でしか待ってもらえる場所がないのでごめんねって、そこに入ってる間に河合ちゃんが見つけるわけです。来てるって。で富士山に来てますよ、挨拶しなくていいんですかって言ったら、いや公務だからもうこれから仕事に交番に向かうっつって全然会おうとしないで、河合ちゃんがこうその取り調べ室の前に立ってね、こう大きな声でね、報告があると、富士山のこんなパワハラがどうだ、あんなことされてどうだね、もうマウンテンメスゴリラはどうや、そのマウンテンメスゴリラっていう言葉に反応してさくらさんがバーッと飛び出してきて、何言ってんのよって感じで、こうね、もうやめるって言ったのをやめるっつって、そこでね、そこもまた感動的なんですけども、さくらさんがやめないで続けるとね、もうちょっとリハビリ続けて復帰できたらまた警官を続けるっていうので、もう本当に大団円ですよ。でめでたしになるんですが、そのガリった車がもう全く出てこなかったんですよね。これ多分ね、元々の脚本では多分ガリった車をなんとかしてこうオチに持ってこようという脚本もあったような気がするんです。そうじゃなかったらこのガリったシーンってねえ、いいカットできるのにしてなかったっていうのも不思議だけども、
ねえと思いながら、あれかな、カットできるか、こうねえとか思いながら、どうだ、もう一回見直してみや、このシーンね。なんでガリった車は結局何のお咎めもなしうやむやで終わってしまったんですよね。鑑識の振りとかあったでしょ。でガリってるでしょ。で犯人の車もこう3年前売っちゃったとか言いながらもずっと山中に放置されてて、それで鑑識が出てきてみたいな、結構車ってこのキーポイントというかキーアイテムではあったんですがね、結局なかったですね。がまあそんな細かいことはどうでもいい。とにかく面白かった。で、TVer でね、まあこのところいろいろドラマが最終回を迎えて、ランキングっていうのが出てるんですけども、ドラマというか総合ランキングで現時点で1位が箱詰め何位だったんだろうって見たら、箱詰めは3位だったんですよ。で1位は何だって言ったら、彼女は綺麗だったね。で2位がプロミスシンデレラで、3位箱詰め。これ3本とも僕ずっと見てここでも話してるんですが、僕的な順位は箱詰め、プロミス、彼女は綺麗だったなんですよね。でなんで彼女は綺麗だったが1位で、プロミスシンデレラが2位で箱詰めが3位なんだろうと思ったら、これね、よく考えなくても、これキスシーンの多い長いものが1位なんですよ。上位1位、彼女は綺麗だ。これキスシーンめっちゃ長かったんですよ。何でしたことね。で2位プロミスシンデレラもこれキスシーン、最後キスシーンね長かった。最後だけに限らず結構ちょくちょくあって長かった。箱詰めに関してはキスシーンがないんです。ゼロなんですよ。だからこれ3位ね。もしどこかでキスシーンがゼロじゃなかったね。人工呼吸のシーンとかあったんですけど、それ最終回じゃなかったんで、そうですね。だから箱詰めもね、最後牧高ちゃんに振られるね、あれもありましたけども、どこかでね、誰かがねキスシーンがあれば、全くなかったもんね。源さんもね、山田くんも、それから誠司さんとかもね、北条さん、係長の北条さんもなかったもんね。があれば、これ順位ひっくり返ってたんじゃないかなと思った。それちょっとランキングはそういうのがあんだろうなってちょっと思いました。まあ話題になりますからね、ドラマのキスシーンっていうのは。なんで、それがなくてもこの上位に、まあ本当に面白いドラマでしたんで、来年1月には DVD が出るそうなんですが、それよりもシーズン2ね、ツイッターでもね、これは2への伏線かみたいなのがね、たくさんありましたけども、ぜひやっていただきたいなと思って見ておりましたが、まあ完全にこれ来週からは箱詰めロスが始まるという感じでね、見ておりましたが、非常に楽しいドラマでしたんで、原作のね漫画もちょっと読んでみたいかなと思っておりました。コント箱詰め、ちょうど時間ね、ムロツヨシさんがね本当にいい感じでしたね。これは普段何もしてないように見えて実はみたいな、いや、いい3人でしたね。町山交番の3人は素晴らしかったです。あと町山交番の T シャツ、あれ欲しいね。売ってないのかな、日テレのあっこで売ってないのかなね。今度見に行こうと思っておりました。ぜひまたね、10月クールのドラマもいろいろこれから始まってきますから、これまたいろんなものを見てね話していきたいかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。